数々のヒット曲を生み出し、世界に名を馳せる BTS。今や老若男女から人気があるグループなので、輝かしい人生を送っていると思っている方も多いかもしれませんが、彼らも私たちと同じ人間であり、これまでに様々な困難や悩みを抱えて生きてきました。そんな BTS の中に深刻な病気を経験したメンバーが3人います。そこで今回は BTS メンバーが経験してきた病気についてご紹介していきます。BTS の病気とは、深刻な病気を経験したメンバーとは RM、シュガ、ジンです。シュガやジンの病気については比較的オープンになっている部分もあるので、ご存知の方も多いかもしれませんが、RM について初めて聞くという方もいるかもしれませんね。では、それぞれのメンバーがどんな病気を経験してきたのかご紹介していきましょう。RM、鼻中隔湾曲症。RM が経験した病気は鼻中隔湾曲症です。聞き慣れない病気なのですが、この病気は鼻の軟骨が曲がり、鼻呼吸が難しく、日常生活に支障が出るとのことで、2018年手術を受けたことを公式が発表していました。鼻の軟骨が曲がっていたため、まっすぐにし、鼻の通りを良くする手術ということなのですが、一時期は整形と言われたこともありました。メンバーのジンが RM の寝顔をよく撮っていた時期があり、子供のように口を開いて寝ている RM の寝顔が可愛いと話題になっていたのですが、実は鼻呼吸をすることが難しい状態の頃だったようですね。鼻の手術後、鼻筋がきれいに整ったことから整形と言われたようですが、実は病気だったということにびっくりしたアーミーも多かったとのこと。手術を受けて鼻づまりが改善され、快適な生活を取り戻すことができてよかったですね。シュガ、うつ病、強迫症、対人恐怖症。才能あふれるシュガですが、過去にうつ病、強迫症、対人恐怖症を患った経験があります。うつ病、強迫症になった時期は分かっていないのですが、対人恐怖症になったのは18歳とシュガ自身の楽曲ザ・ラストの歌詞に書かれています。歌詞の一部を抜粋すると、人気アイドルラッパーという仮面、弱々しい自分が少し危険だ。うつ病、脅迫が時々ぶり返す。もしかしたら、それが俺の本当の姿なのかもしれない。対人恐怖症が現れたのは18歳の頃。精神科に初めて行った日、両親が来て一緒にカウンセリングを受けた。両親は俺がよくわからないと言った。そう記憶すらない。ある公演の日、人が怖くてトイレに隠れた。10曲が収録されたミックステープだったのですが、病気について生々しく書かれていたザ・ラストには、アーミーも衝撃を受けたでしょう。シュガは幼い頃からピアノを弾いたりラップを聴いており、音楽が中心の生活を送っていたといいます。地元でアルバイトをしながら音楽を作り、2時間かけてスタジオに通った結果、現在の事務所に合格。事務所の方針でアイドルとしてデビューが決まったシュガですが、慣れないダンスやアルバイトと過酷な生活を送っていました。ですが、両親はシュガがラップをすることに反対していたのです。海外の雑誌で両親が反対していたことについて、私の両親はラップが嫌いでした。ラップを聞いたこともありません。彼らが聴く音楽にラップは存在していなかったのです。だから、私がやっていることに反対したのは当然のことなのです。と語っています。両親に反対されながらもデビューをするためにアルバイトをしながらレッスンを続けるという毎日を続けているうちに心が疲れてしまったのかもしれませんね。ですが、あるライブでシュガが号泣したことがありました。アーミーに向かって手を振るシュガだったのですが、誰かの姿が見えたのか、一瞬手を振るのをやめ、泣き崩れました。その後、ステージ上で両親が見に来てくれたことを報告したのです。両親が
シュガの音楽を初めて認めてくれた瞬間でした。これまでに抱えていた複雑な気持ちが涙となって溢れたのでしょう。このシュガの姿を見た他のメンバーももらい泣きしていましたね。現在は完治したとみられる病気ですが、シュガは自分と同じような人を助けたいという思いから心理カウンセラーの資格を取る勉強をしているそうです。壮絶な経験でしたが、資格のために勉強をしている素敵なエピソードですね。ジン、食物アレルギーチック症。最後はメンバー最年長のジンです。ジンは食物アレルギーという持病があるのですが、チック症も持っているのではと囁かれています。まずは食物アレルギーからご紹介していきましょう。ジンは食べるのが大好きで、イートジンでは食べる動画をよく配信していましたよね。それに料理を作るのも好きで、メンバーで一緒に暮らしていた時は、料理を振る舞っていることも多々ありました。そんなジンは、ツイッターに自身がニンニクアレルギーだったことを投稿しています。韓国といえば、どんな料理にもニンニクが入っているイメージですが、ある日、全身にかゆみを感じることが気になり、検査をしたところ、軽度のニンニクアレルギーであることが発覚。その上、じゃがいもにもアレルギーがあることが分かりました。ジンは、ツイッターで、ニンニクが入ってない食べ物がどこにあるんだよ、と、嘆きのコメントを投稿しているので、よほどショックだったんでしょうね。しかし、ポジティブなジンはめげることはしませんでした。ジンなりの対処法は、ニンニクを食べた後、身体をかく。だそうですが、これ以上ひどくならなければいいですね。そして、もう一つの病気がチック症なのですが、この病気に関しては、ジン自身が公表しているわけではないので、真相は定かになっていません。チック症とは、本人の意思とは関係なく、体の一部の速い動き、瞬き、顔をしかめる、首を急激に振るや、発声、咳払い、鼻を鳴らす、舌を鳴らすを繰り返すといった状態が一定期間続く状態です。過去の動画で、ジンが何回も瞬きをしている姿が映し出されアーミーがチック症なのではと心配していたそう。その動画は J-HOPE の誕生日をお祝いするものだったのですが、ジンがしきりに瞬きを繰り返す様子が確認できました。白目になった一瞬もあったようで、アーミーは心配していたみたいですね。ジン自身はドライアイだからよく瞬きをするというコメントを過去に残していることもあるので、もしかするとドライアイが関係している可能性もあります。現在はチック症のような姿を見ることがないので、もしチック症だったとしても今は改善しているのかもしれませんね。バーンアウトを告白したメンバーも、そして過去にジンとテテはバーンアウトを経験したと告白しています。バーンアウトとは別名燃え尽き症候群とも言われており、今まで熱心に仕事に取り組んでいた人が急に熱意や意欲を失ってしまう状態です。ジンがバーンアウトを告白したのは2020年12月にソロ曲アビスをリリースした時でした。最近大きくバーンアウト症候群、燃え尽き症候群になっていたけれど、自分自身に対するいろんなことを考えたからだと思う。ビルボード HOT100 で1位を獲得して多くの方々にお祝いの言葉をいただいたけれど、僕がこんなものをもらってもいいのか。実は僕より音楽をもっと愛している人がいて、もっと上手な方々も多いのに、僕がこんな喜びと祝福を受けてもいいのだろうか。さらに深く入り込んだら、心が大変で何もかもやめてしまいたくなったようだ。と語っています。バーンアウトになったことをパン PD に相談してみたところ、今のこの感情を歌に書いてみたらどうかと言われたそうで、アビスが誕生したわけですね。2020年といえば、ダイナマイトが大ヒットした年で、大きな賞をいくつも受賞していた時期であったのですが、それを素直に受け入れることができなかったようです。実際、アビスの歌詞には、
深淵、深いどん底といった言葉が入っており、ジン自身も少し憂鬱な曲だけど、とコメントを残しており、バーンアウトになった素直な感情を曲にしたと思われます。続いて、テテがバーンアウトになったのは2019年から2020年頃ではないかと言われており、その期間はテテが元気がなかった時期だったと、アーミーの間では囁かれています。実際、テテは2020年11月に行われたニューアルバム BE の発売記念グローバル記者懇談会の際に、バーンアウトになったことを告白しています。その記者会見では、よくバーンアウトを感じていたんですが、昔はそれをそのままストレートに感じてしまって心理的に大変だったんです。最近はバーンアウトを感じた時に僕も成長したんだなと思ったことがあって、その時の感情を曲にしたことがあります。バーンアウトで昔は辛いとばかり思っていたけど、今の僕はその時の感情を曲で書いて、曲を完成させたという達成感も得て良い曲が完成したら刺激にもなります。そうやってバーンアウトを乗り越えています。僕が感じるすべての感情をフィーリングがあった時に書くようにしています。と、自分なりの対処法を確立しているようですね。テテは天真爛漫で人懐っこい性格で知られていますが、音楽に対してはストイックで完璧を求める性格でもあります。それに感受性が強くとても繊細な部分も持ち合わせていることから、バーンアウトになりやすい性格だったのかもしれません。テテが明らかにバーンアウトかもと思われる時期は、ずっと無表情で座っているテテの姿が見られました。笑顔も少なくアーミーはとても心配していました。そんなテテを常に気遣っていたのは J-HOPE。元気がないテテに対し、積極的に話しかけたり、世話を焼いたりと子供を扱うような行動を見せており、テテが話しやすい空気を出してくれた J-HOPE の気遣いに少しずつ笑顔が見えてきたテテでしたね。まとめ。今回は BTS メンバーが抱えている病気についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。輝かしい経歴を持っている反面、それぞれ深刻な病気を乗り越えた結果が今の BTS なのだということが分かりました。光があれば影もあるのが普通なのですが、実際それに直面している時期は本当に辛かったと思います。その辛さを乗り越え、現在元気に過ごしてくれているメンバーを見ていると、とても勇気や元気が湧いてきますよね。